大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、黒松の、植え替えということで、それに伴う、よくやりがちなミスだとか、よくお客さんからある質問、そういったものをちょっと交えながらですね、植え替えを実際にやっていこうかなと思うんですが、これが三河黒松ですね。結構古い木なんですけど、ちょっとお客様からお預かりした木なんですけども、ちょっとあまり手入れされてなくて伸び放題であれだったんですけど、今年1週間2週間までならないかな、ちょっと中に光がよく入るように刃先だけちょっと切ったんですけどね、だからちょっと刃先は赤くなってますけど、で実はこれまだ植え替えて2年しか経ってないんですね。でよくお客様からある質問でも、どのぐらいで、植え替えした方がいいんだろうかというご質問がよくあるんですけど、だいたい黒松だと 3,4 年に1回ぐらいですね、に植え替えをするといいんじゃなかろうかというような感じなんですが、前回やった五葉松に関しては、五葉松の場合はだいたい 4,5 年4年から5年ぐらいで、植え替えをするのがいいと思うんですけど、あんまり頻繁に植え替えしてしまうとですね、中で根が十分に育ってないという状態になるので、同化すると樹勢が落ちてしまうということもありますので、あんまり頻繁に植え替えるのは良くないんですけど、これは使った土にもよるんですが、水が抜けないんですね。水をかけるともう溜まってしまうんですよ。で、ちょっと抜いてみてどういう根の状態かわからないですけど、ちょっと山砂を主体で植えていこうかなというふうに思ってます。で、使う用土としては松ですので、山砂を主体にして植えていくんですが、四国とかあっちの方、高松、香川県あっちの方になると、ほとんどもう山砂 100% というような形で植え替えされるんですけど、最近はちょっとそこに赤玉を 1,2 割混ぜたりすることもあるんですが、宮崎でもちょっと赤玉を少し1割2割混ぜてやっていきます。山砂だけでもいいんですけどね、やっていきます。で、あとよくお客様からある質問で、その時期はいつ頃やったらいいんだろうかと、これが不思議なもんでですね、毎年質問があると、同じ方からも質問があるというやつでですね、だいたい2月宮崎ではだいたい2月3月が一番いい時期ですかね。で4月頃でも悪くはないんですが、宮崎って結構一年中あったかいので、もう同化すると4月って言ったら結構新しい根、白っぽい新しい根が出るんですけど、そういった根がもうかなり出てますのでね、そこで無理して植え替えると、水を吸う根なんかを切ってしまうことになるので、できたら3月中に終わらせるのがいいんじゃないかなとは思いますが、だいたい2月の中旬ぐらいから3月いっぱい、そのぐらいで植え替え済ましてしまうのがいいんではなかろうかなというふうに思います。特別宮崎って暑くもならないけど特別寒くもならないんだけど、一年中暖かいですからね、だから宮崎の人間って日向ボケって言われるぐらいちょっとぼっとしたのが多いですけどそういう気候のせいもあるのかもしれないですね。とにかく一年中暖かいという、特徴がありますのでね、そういった意味では根が早く動いてしまうっていうのもありますから、だいたい2月の中頃から3月ぐらいで終わらせるのが一番いいんじゃないかなと思います。で実際にちょっと植え替えをやっていきますが、これこちらが正面ですけどね、こちら側が裏側になるんですけど、こう見る限りだと結構赤玉、しかも粒の小さいやつですねで植えておられるので、多分もう芽が詰まってしまってるんでしょうね。水が抜けないということはですね、赤玉が多いと今言われたように潰れてしまって水抜けが悪くなる。硬質の赤玉を使ってると、割合そんな潰れないんですけど、ホームセンターなんかのちょっとお値段の安いやつですね、ああいうやつ使うと、水かけてるうちにはもう泥になってしまうので、そうすると、中でどうしても詰まりやすいですね。でそれがちょっと水かけがあんまり多いとまたあれなんですけど、
鉢の中が乾燥していくと土も固まると、うんでその繰り返ししてるうちに、どんどん芽潰してしまいますからね、水が抜けなくなるという状態になりますので、そうすると植え替えの頻度も増えていくのかもしれないですけど、山砂を主体で使っていればそういうことっていうのはほとんどないんですけどね、その後に油かすなんかのああいう粉のやつとかああいうの巻かれればもう当然目詰まりを起こすでしょうけど、それがない限りは本来山砂主体で植えてればそういうことも少ないんですけどね、普通に3、4年4年ぐらいで植え替えが一番本来はいい時期ですね。通常の赤玉土と、はい、大場さんが言われた日本製硬質はやっぱり全然違う。やっぱ硬質で通常盆栽屋さんなんかが扱ってる赤玉、硬質の赤玉なんかだとですね、次の植え替え周期の時もばらしてみると赤玉の粒はそのままですね。人によっては半々、若干潰れた方が根の成長はいいんだっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、どうですかね、自分のところでやっててそんなにまで変わらないかなと、逆にあまり潰れるやつが入ってるとですね、それが原因で目詰まりというのはやっぱありますのでね、硬質でも十分いいんじゃないかなとは思うんですけど、本当にだから例えば3年4年経って崩してみるとですね、昔の粒のまんま出てきますので、もちろんそれをまた使うということはしないんですけど。じゃあ理想は日本製ですか？一般的に使われるのはそうですね。で盆栽屋さんなんかで扱ってるのもそれですし、長いこと、盆栽をやってらっしゃる趣味者の方たちなんかも日本製使われますけどね。じゃあ王道ですね。本来はそうですね。今やっぱお店でも安いお店ありますからね。通常我々が販売しているのの半分以下のお値段で売ってるやつもありますので、よしあしですけどね、なるべくなら硬質の土はちょっとやっぱいいのを使われた方がいいですね。わかりました。結構大事です、土っていうのですね。じゃあちょっと実際にやっていこうと思いますが、何せどういうふうなのが入ってるかもわからない状態なのでですね、うまいこと取れるのかなこれ。上は切ってあるみたいですね。版が違いますかね。なんですかねこれ。こんなのが今入ってますね。もう上は切ってらっしゃるみたいですね。こういうので木を抑えてたんでしょうね。頑丈といえば頑丈ですけど。そうですね。今日の場合は鉢の形が陣笠というかこういう上が広がったタイプなので、割合スッと抜けるんではなかろうかというふうには思いますが、なんか引っかかってますね。こうやって抜けましたですね。ちょっと洗っていきますね。はい
この鉢にまた戻すんですが、ちょっと先にですね、ここにボラナンズをちょっと引きますので、まあ割合厚みもある鉢なので、ちょっと1段2段ぐらいですかね、こういうボラのちょっと中粒というかですね、こういうのが、2段ぐらいこう引いていって、まあ、平らにやっていきます。実際に今度は植える土をちょっと作っていきますが、こういう山砂ですね。まあほとんどこれ単品で植えてもらっても全然いいんですが、これぐらいですね。よいしょ。ちょっと少し赤玉を今混ぜます。で植える時にですね、実際中に入れた時には、まあ、真ん中をちょっと山なりにしていきます。でこれはまあなぜかと言いますと、今から実際根をちょっとさばいていきますが、根をさばいていった時、鉢の底の方の根をこうだいぶ取るんですね。でその時にどうしても底がまあへっこんでるちょっとあれですけど、で植える時にこれが平らになってると、そこに隙間ができてしまうんですよね。だからその隙間ができた状態だと、そこに土がないので、根がそこを育たないという状態になってしまうのは困るのでですね、まあ、全体に鉢中の方に土が行き渡るように、まあ、最初セットする時にちょっと山なりに、土を入れておきます。ではちょっと今からですね、根をほどいていきますね。山砂は使ってありますけど、まあほとんどこれ割合が逆転ですね。赤玉の方がほとんどですね。結構粒の細い赤玉が入ってるみたいですね。やっぱ2年ですからあんまり根が育ってないですね。ほとんど取れてしまいますね。
こんな感じですね。まあもちろん根の状態にもよりますけど、だいたい黒松の場合植え替えの時にまあ3分の1、場合によっては半分根を取ってしまうこともあるんですけど、育ちがいい場合だったらですね、半分近く取ってもいいんでしょうけど、まあ根はまあ育ってなくはないんですけどね、まあ、ちょっと2年ですからもうちょっと置いてからの方が本当は良かったと思いますけどね。もうちょっと根が育ってから。そうですね。結構取っちゃいますけどね。こんなちっちゃくなりましたね。おー、ちっちゃくなりましたね。あんまり根をこんだけ逆に取りすぎるとですね、やっぱ木の勢いも弱ってしまいますのであれなんですけど、まあこの鉢の下の方というか底根ですねは割合取ってしまってもさほど影響はないんですけど、もともと松って横の方にこう根が伸びますのでね。まあそうしないと盆栽ではあんまり深い鉢に入れるのもかっこよくないのでですね、こんな感じですかね。では実際に鉢に入れていきましょうかね。はい、で今から鉢に入れていくんですが、先ほど説明したこの山なりになんか下のやつの根をちょっとこう取ってますけど、どうしてもそこがまあくぼんだ状態ですので、まあ、そこに土がしっかり入り込むようにということで、まあ、こう山なりにしてます。それと、木を押さえるための針金ですね。今こちら側とこちら側とでは長さが違うんですね。でこれはまあなんでか言ったら、要は片側の方で縛りますので、まあ、縛りやすいようにで、この短い方にこの木がですね、実際がまあこれだと、まあ、カメラの方から見たら左側の方が下枝の方があんまりないですね。はいはい、で反対はちょっと下の方にと作業がこちらの方がしやすいので、まあ短い針金セットしてる方をこちら側に持っていくというようなやり方をしていきますね。仕上がりやっぱり想定しとかなかんですね、針金。そうですね。でまあちょっと中に、こちら側が正面ですが、先ほど入れたやつで土をよく下に入り込むようにですね、ちょっとこう押さえつけてっていうか、ぐにぐにしながらですねやっていきます。で長い方から短い方に針金を持ってきます。でまあここで一回ちょっと見てですね、
うまい具合入ってるかどうかをこう見ていきますね。もうちょっと上に上げてもよかったかな。で先ほどのやつをちょっと縛っていきますね。ここで針金を、なんで針金で固定するのかという質問もあるんですが、実際はですね、ご自宅でする場合は、私はなくてもいいかなという気もするんですが、全くなしだとですね、春以降暖かくなってどんどんこう細かい根が出てき始めた時に、春は春一番、その後に夏場台風とか穴で木がグラグラしたりとか、鉢から抜けてしまったりするとせっかく出てきた根を切ってしまうということがあるんですね。だからこうやって針金で押さえて縛っとけばですね、その心配がないという形なので、固定した方が、いいんじゃないかなとは思います。ただずっと縛ったままだとですね、今度は実際植え替えの時に今度は根が全くこう木が動かない状態で根がパンパンに張っていきますので、2年ぐらい1年か2年ぐらいしたら下の方からでもいいですから通した針金を切っといてあげると、根が増えてきた時自然に木が上に上がってきますのでね、それも植え替えの一つの目安となりますので。閉めっぱなしじゃないってことですね。はい、閉めっぱなしじゃないってことですね。閉めっぱなしじゃない方があとは楽ですね。で、今この針金もですね、よく切ってしまう方いるんですね。ぐり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 回しすぎて、でギュッてこう一回引っ張ります。引っ張ってこう力を抜いた状態でこう縛っていきます。ギュッと引っ張って縛って、これをずっとギュッ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 力でやっていくと、これはアルミですのでもう簡単にプチッと切れてしまいますからね。と切れるとまたやり直しと、それもちょっと面倒くさいですからね、なるべく切れないように、慌てずにじっくりこうやってあげるといいと思うんですけどね。こんな感じですかね。まだ今針金で縛っただけですけど、木はちょっと多少動きますけどね、これを今から土を入れて安定させていきます。91までもないんですけど、8.5 と 1.5 ぐらいでしょうか、割合としては。2割までは入ってないですね。きちっと測らなくてもいいんですけど、ほとんどもう山砂主体ですね。しっかり下の方にですね、土が十分に届くようにですね、念入りに
つきながらこねくり回しながらとこれも慣れてくるとですね、中に土が入ったかどうかってこう差し込んだ時の感覚で分かるようになってきますね。あ、ここはまだ入ってないなとかですね。こんな感じですかね。で実際はこの鉢だともう少し上に植えてもよかったんですけど、これはお客様ので、肥料なんかを置いた時にちょっと上にあると転がっていくというので、逆にちょっと深くて言われたけど、あんまり深いのもですね、はい、こんな感じですかね。はい、一応黒松の、植え替え、だいたい黒松だと、3年から4年に1回、植え替えを、してあげるのが一番いいかなと、時期は2月中旬頃から3月ぐらいですね。まさにもう今のこの時期ですね、が一番ベストだと思われます。はい、で最初はどんな植物もですけど、植え替えた後水かけると下から茶色い水が出ますから、それが、透明な水になるまでですね、最初はかけていきます。あとはもう表面が乾いてきたら、特にこれからの時期はよく乾きますので、たっぷりお水をやってもらって、もう今まで抜けなかったやつが今度はさーっと抜けますので、今度は水切れに注意しないといけないですね。その辺はお客様の方にも十分説明はするんですけど、なかなかですねそれまで1日1回かけて乾かなかったやつが昼過ぎにはもう乾いているという状況が出てきますからね、これからの季節は。ちょっと油断してしまうと、松は水がいらないという方よくいらっしゃるけど、松は水いらないわけじゃないからですね。逆に黒松なんかは水好みますのでね、ただ他の植物に比べて、落葉樹なんかに比べると乾燥に強いというだけのことなので、必ずそこでダメージ受けますからと、それが、2ヶ月後3ヶ月後にちょっとあれなんかおかしいなっていうのが出てきたりとかですね、そうなってからではちょっとなかなか元に戻すのは大変ですし、下手するとそのままっていうこともありますからね。とにかく人間が3度3度ご飯食べるのと一緒で、しっかりお水をですね、乾いたらお腹空いたらご飯を食べると、私は食べないですけどね結構1日1食しか食べてないんですけどね、使いますよその状態でもう何十年ですかね、やってますから、別に昼間も朝昼食べないけどお腹がすくっていう感じがないですね。植物も、文句言わないからって言って水やらないともう枯らしてしまいますからね。もう喋らない分人間がよく見てあげて、乾いたらあげる、その繰り返しですね。置き場所で全然違いますから、かけすぎてどうこうというのはないですから。かけすぎはないんですよね。かけすぎ、基本的にはかけすぎでどうこうというのはないですね。溜めたやつにつけとくのはよくないです。けど当然通気性がなくなりますし、根が呼吸できなくなります。で、溜めてる水がお湯になりますから、そういった意味では溜めてるやつはダメですけど、かける分でどうこうというのは他の植物でもそうないことですね。でないと外に置いてる植物、梅雨時はみんな枯れてしまいますね。そうです。だからよくかけすぎでどうこうっておっしゃるけどですね、実際はかけすぎでっていうのはほとんどの植物に関してはないと思います。とにかく乾いたらたっぷりやってあげてください。黒松の植え替え以上です。ありがとうございました。じゃあ、今植え替えたやつですね、水をちょっとかけていきます。見えるかな、そちら側から見たら分かるかな。ちょっと茶色い水が出てきここにも出てきましたね。どんどん下から茶色い水が出てますけど、
これが透明の水になるまでですね。まあ普段はここまでずっとかけたりはしないんですけど、最初1回目はですね、どうしても下から泥水が出てきますので、それがなくなるまでですね。はい、こんな感じですかね。はい。